前回雲彩に初登場したニューシビックタイプ R。 区間タイムでは宿敵メガーヌトロフィー R をしのぐ走りを披露。サイドはないけど走りはどれよりも高評価であるならば、今回はサーキットでその実力を試すってことで、ノーマルのポテンシャルをまずはチェック。タイマンバトルだ。ライバル車には車両価格が近いこの車、 WRX-STI 対シビック R、ちょっとキャラクターがだいぶ違うんですけど非常に楽しみです。空ぶかしはエコなんで3500以上上がりません。さあということでシビックタイプ R 対 WRX-STI、 これは面白そうだね。 FF 対4区行ってみたいと思います。パワーウェイトレシオではシビック R が上回る。さあバトルスタート。さすが4区、スタートダッシュがいい。おっとシビック R がオーバーステア。この日の気温は6度。早いな4区。4区のオリダーもちょっと滑る。 FF はもっと滑る。ちょっと置いてかないで1周目からこんなに差がついてしまった。置いてかないでっつってんだろお前。さあこの差を挽回できるか。320馬力あるんだよこっちは。サイド欲しい、サイド。320馬力のシビック R に対し WRX-STI は308馬力。さあその差を少し縮めたか。最終コーナーは互角だね。2周目に突入。オリダーもマジで逃げる。ちょっと近づいたぞ。こっちの方がね100キロ重いんですけど4区の良さを生かして今のところリードしてます。だけどやっぱ進入とかはシビック来てますね。変わんないね。結構距離が近くなってきてます。バックストレート加速勝負。さあどうか。いけよーしいける。ストレートはシビック速い。すげえ、いきなり仕掛ける。あはでも一歩届かないか。ちくしょう。ファイナルラップに突入。1コーナーでもドリドリが仕掛けるが、しかし抜けねえ。抜けねえ。なかなかいい勝負ってことはコストパフォーマンスでは WRX が上ってことか。残り3分の1周、ドリドリが仕掛ける。おおどうか。いけサイドスリップ。よーしよっしゃー。バトルはシビック R がギリギリで勝利。よし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 。
ちょっと、WRX はバトルになった時に少しやっぱねちょっとプッシュするとやっぱアンダーステアが1回出てしまうとそこから回復するのはちょっと遅かったかな。あとちょっと若干やっぱ車重の差100キロの差でコーナーのアプローチスピードがシビックの速いエントリーがね。で加速もシビックの方がちょっと速いですねやっぱね。100キロの差と馬力の差がちょっと出てるかな。シビックタイプ R 大したもんだ。もうピッピピッピうるさいんだけどね。これ静かにしてくんないかねこれね。これもタイヤはちょっとね発熱するとアンダー強くなるけど四駆の方がもっと強くなったね。そこで勝負を仕掛けられたっていう感じ。ちょっと離れたんでこのまま逃げ切ってやれと思ったんですけど、やっぱじわじわ来る距離感がそのなんだろうシビックタイプ R の素晴らしさをすごい物語ってて、まずねびっくりしたのはブレーキのアプローチがこっちにすごい来る、びっくりするぐらい来る。はい、だけど立ち上がりはこっちの方が速い。速いでストレートになるとまたシビックがちょいこうじわじわじわってくるね。でブレーキでまた来る。本当数字通りの結果が出たみたいな感じですよね。で僕のその四駆のイメージが今まで四駆っていうとちょっとこうねノーマルだと厳しいのかなと思ってたんですが、すごくこれは面白い。コーナーの突っ込みで抜けるかっていうと、抜けないよ。ですよね。そんな悪くないですよね。だからどっちもね、結構いいレベルでアンダーは出てるわけよ。いいスピードだからまあ納得ができるかな。そうですね。だからこれをこのベースにまたこれチューニングを少ししていくとまた全然違うキャラクターになって面白そうだなっていうのがちょっと正直乗ってて思いましたね。まあこっからだね。こっからどう進化していくか楽しみです。チューンドシビック R の前にちょっと気になるマシンをチェック。スプーンシビックハッチバック。そのチューニングコンセプトはFK7、ハッチバックですね。こちらの車は今までのシビックの流れを組むシビックだと僕らは思っています。純粋に操る楽しさを追求していた時には FK7 っていうのは実はものすごくいい素材を持っています。パワーとシャシーのバランスですね。そういった部分が非常によく取れていて楽しい車に仕上げられると思います。普通のシビックが、SIR になりタイプ R になり、そういうステップアップを楽しめる車に仕上がっていくと思います。さあ一般大衆車シビックノーマル 1.5 ターボのチューニングカーですね。スプーンのタイプ R より150万円安いためこのマシンを自分好みに仕上げるのもありかなってことでチェックです。やだなこの電子制御切れないんだ。しなやかですよ足回り。いやで電子制御やだなこれ。初期の NSX 出た時みたいな去年の。開発を始めたばかりのマシンだがその走りはどうか。電性入っちゃうな。電性が入んない運転しないとダメだねこれね。ブレーキはタイプ R よりこっちの方がいいな。リニアに効き方がねこっちの方がこう自然に動力に対して車速の落ち方も合ってる。ブレーキはこっちの方がいいな。なんなのなんなのノーブレーキで行っちゃいけないのね。電子制御に課題はあるもののタイムは1分10秒5をマーク。これねステアリングフィールはノーマルよりもいい。まあきっとビジカラでしょうね。今後が楽しみな車だねこのシビックはハッチバック。
なんでサイドブレーキつけないかね、スポーツって言っておきながらマニュアルにしておいてサイドつけないってどういうこと？ 1.5 ターボでパワーはないんですけど、これからだろうね。やっぱりなんつうの、ステアリングフィールは明らかにいいよね。ステアリングフィールは明らかにいいから、あとはそのサスペンションをどう仕上げていくか、どういうふうに楽しい車に仕上げていくかっていうのはもう前後バランスじゃないですか。今のところこのシビックもそうだし、シビックタイプ R もそうだけど、やっぱアンダーをどう消していくかっていうことでしょうね。ベース車両としてはとてもいいです。10秒5だから 1.5 ターボだったらもう上出来のタイムだと思うよ、タイム的にはね。だからそこからあとはどう楽しさにつなげていくかでしょう。楽しい車に。ここから自分好みのタイプ R に作っていくっていうオーナーがいてもいいんですかね。だからベースとしてはこれでいいよね。電子制御切りたいよね。もう変なとこで入るからアクセル吹けないわ、滑ったら電子制御入るわ、そういうのだよね。さあお待たせしました。チューンドシビック R の登場です。チューンド新型シビック VS、400万クラスのですねチューニングカーのバトルでございます。いい企画ですね。新しいシビックのバトルは実は初めてですよね。初めてですね。まあそれに合わせてなんと今回はですねフレッシュなギャルも女の子もチェンジしてきました。土屋さんの要望で。2018モデル。そうですね。18モデル。80の C。はい、80の C。はい、皆さんはじめまして、清瀬マッチと言います。実はこう見えてですね、2016年日本レースクイーン大賞グランプリと2017年エアレースクイーングランプリの2冠を取ってるんですよ。で、私のことはぜひマッチと呼んでください。何がマッチだよ。なんでですか？今回のギャルは清瀬まちちゃん。レースクイーン大賞のグランプリで2冠なんてちょっとすごい逸材かもってことで、特技の鳩のモノマネを披露していただきました。張り切ってどうぞ。今回のバトルですけれども、はい基本的には新型シビックを、メインにやるんですけど、あれがシビックがですね、税抜きでいくと416万円らしいんですよ。税抜きで誰が買えるの？定価416万円なんですよ。税は国が取るもんなんで、400万円台ぐらいで探すとですね、とりあえず各メーカーその辺ぐらいの、スポーツカーにまあまあ力が入ってるんだなっていう車があるので、それを用意してます。で今回は、チューニングしてある車が来てるので、いいね。なるほどなるほど。若干はね、ドノーマルの比較じゃなくて、皆さんがこう持ってやるだろう車の状態の、ライトチューンですよね。そんな感じですかね。パッと走る楽しむためのね。そうなってくるとシビックがじゃあどこに来るかって分かるね。そうですね。ちょっと楽しみですね。なんとなくの立ち位置ってものが見れるんじゃないですかね。さあそれではバトル行ってみたいと思います。どうぞ。まずは各社のアタックから。エントリー1、デッキメカニカルパワーマーク X。コンセプトはやっぱり普通に街乗りができて、そのままサーキットに行けるっていうのがコンセプトですね。で、ビリにならなければいいかなっていうラインナップなんで、のんびりやらせてもらいます。ノブインプレッション。なかなかよく曲がるよ。接地がある。でもなんだ、3速で曲がりたかったけど2速までダウンしちゃった。もうよく曲がるね。面白い。だがよく聞く。意外に面白い。よく曲がるよく曲がる。
ーブよく曲がるね。タイムは1分5秒7。これかなり面白いかもしれない。だからこれオートマだからこれマニュアルがあれば最高なんだけど、やっぱり今進入でギアをパンパンって2個落としてもちょっと1個しか落ちなくて、そのくせコーナーでアクセル踏むとキックダウンするんでね、なんだよ2個落としてくれよっていう感じなんだけど、まあそこら辺がもうちょっとギアが落ちてくれればもっとスポーツ走行に向く車なのかなと思うんだけど、トルク感と旋回のフィーリングが予想より良くてびっくりします。マニュアルだったら何秒アップぐらいですか？もう1秒もあるかどうかじゃない。じゃあオートマを選ぶのはありだね。そうだね。コンピューターの方でもうちょっとシフトダウンを攻めてくれるようにできればいいんじゃないですか、オートマで。エントリー2フェアレディ Z ニスモ。担当ドライバーは荒選手。はい、Z ですね、これニスモ。この昔ながらの Z のコンセプト、パッケージがどういう走りの差が出るのかっていうの楽しみですね。FR です、この車 FR 代表なんで、つくばだからいいとこ行きたいですね。Z ニスモ 3.7 リッターで335馬力。これね、なんて言うんだろう、もうバルタイとかいろいろこうなんて言うんだろうな、低回転から全域でこうパワートルクが出るようなそういう特性になってるから、これもう、ね、踏んだ瞬間からすごいトルクある。今回 Z はショップのチューニングカーではなくメーカーチューンのマシンをエントリー。さあどうか。このオートブリップ、これはねもう車に任せてやっていきましょう。ではここから行ってみたいと思います。はい、加速。おー結構ね、ターンインでブレーキングしてる時は制御がすごい入る。スタビリティコントロール。すごいね、これなんて言うんだろう、ドライバーがコントロールするんじゃないあれで液圧とかがこう変わっちゃうからすごい難しい。ピク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 しちゃう。この辺ね、逆に言えばその危ないオーバーステアにはならないけど、すごい難しいですよこれ。この辺もすごいね、もう電子制御でコントロールされちゃってる感じ。立ち上がりは大丈夫か。タイムは6秒台。いやとにかくこれね、ブレーキターンインからクリップまでもう電子デバイスがめっちゃ入って難しい。勝手にブレーキが強くかかってもっとフロント荷重になったり、そういう動きっていうのもちょっと気になりますね。すごいトルクねこれ。多分バルタイとかそういうのがすごい効いてるのか、全域ですごいトルクあります。だから低速コーナーの立ち上がりとかはもうほんとね、慎重にアクセルを開けないとうまくこうね、いい姿勢で立ち上げるのも難しいぐらい、結構かいちゃうぐらいトルクがあります。エントリー3シムス WRX STI。ストリートからサーキットまでうちのパーツをシムスのパーツをつけるともうタイムが出せますよみたいなコンセプトですね。今ベストで1秒7ですね。から大体2秒からぐらいのタイムは出せるんじゃないかなと思います。なんとかですねシビックのタイプ R に負けないようには頑張りたいなと思います。シムスさんの WRX です。お
さっきノーマル乗った後だからすごくなんつうの、このバケットシートの効果の高さがまず一番最初感じられるね。おおおお。ノーマルカーは1分6秒8。果たしてシムスのチューニングで何秒縮まるのか。最初こうアンダーがないもんな。すごくいい。驚き。何も起きない。何も起きないから速い。確かにどこのコーナーでも挙動が乱れない。さあタイムはなんと2秒台。およそ4秒もタイムアップ。ノーマルと比べるとちょっとびっくりだね。エンジンパワーはそんなに変わんないんだけど、すごくレスポンスつきが良くて軽やかだけど、コーナーの立ち上がりがえらい踏めるから加速力がすごい。いやたまげるね。たまげる。たまげちゃう車だ。びっくり。すごく楽しかった。これ最強じゃないこれ。4駆僕あんま好きじゃなかったんだけど、これすごくいい。これ軽量化したら超面白いだ。一番がサスペンション。サスペンションセットがとにかくフロントから入ろう入ろう入ろうって車の方、サスペンションがすごく風を残してくれるんで、どんどんアクセルを踏んでいけるんだよね。でそれを超えると若干こうアンダーになるんで、ドライバーには分かりやすいんだけど、非常にそこのレベルが高いところにあって、で結局アクセルを踏めるから、もう全然立ち上がりのスピードも全く違うんだよね、ノーマルとね。驚きました。すごくいい。すごくいい。エントリー4スプーンシビックタイプ R。やっぱり新しい時代のシビックということで、今までと全く違う車になりました。まずは、私たちとしては、不具合の問題点の洗い出しから始めています。まずタイヤサイズ、20インチっていうタイヤサイズがちょっと大きすぎるなと、19インチに今回はしてきました。どうしてもパワーがある車なので、ボディとサブフレームの部分にどうしてもズレが出てくるんですね。より強固に固定をするためにスティッフプレートを使って、さらにハンドリングが楽しい車になっています。さあスプーンのシビックタイプ R ですね。ノーマルが20インチなのに対して19インチにダウンしてます。 DK インプレッション。ノーマルシビックタイプ R のベストタイムは1分5秒967。果たしてこれがスプーンのライトチューン仕様で何秒出るのか。最終コーナーではちょっとアンダーっぽいか。タイムは1分4秒5。
あと足はねまだ完成されてないからしょうがないよね。ダウンサスみたいな感じのサスなんで、最終コーナーのアンダーはノーマルよりも若干ボトムスピードは落ちてるかな。1コーナー1部屋2部屋は20インチも19インチも変わんない。最終コーナーだけかな。スプーンの方がボトムスピードは低いと思う。多分タイヤが完全に温まりきってないんで、前後のバランスがまだ取れてないんですよね。でノーマルのタイヤだと多分四輪が綺麗に流れてくれるんで、それで気持ちよく今走れてるところが、グリップレベルが上がってる 7HR だと車側の方がちょっとまだついてこれてないのかな。逆にタイムが上げるにはタイヤが温まってくるとまたバランスが変わってくると思います。バトルは大丈夫じゃないかなと思います。最終コーナーの区間タイムを比較。シムスが11秒2と最速だ。ここが速いとバトルでもその速さを見せつけることができる。ライバルと比較。チューンドシビック R の実力はいかに。つくば5ラップスバトル。はい、今回担当はフェアレディ Z ニスモ355馬力。すごいですね、これ結構パワーありますよ。 FR 代表としてまあね FR ですから、やっぱサーキット走るといえば駆動方式の違う車と比べてどういう感じなのかっていうのをちょっとお届けできればなと思います。さあ乗ってみると意外に面白いこのマーク X、他のね400万円台の車とどれぐらいいけるのか見てみたいと思います。さあ400万円前後バトルね、行ってみたいと思います。これでねシビックの位置がどのくらいの位置に来るのかっていうのが分かりますよ。はい、400万ぐらいの、チューニングカー車両のバトルになりますが、まずシンプルによってねこの車が一番速いと思うんですね。ラップタイムもそうだったんですけど、トータルでいうとスタートダッシュとか含めるとこれが速いと思うんですが、逆にいろんな車をちょっと引いて見ていきたいと思います。さーて行ってみっかい。チューンド400万円スポーツ、現状でどのマシンがいいのか。さあバトルスタート。スタートダッシュを決めたのはまたしても4区のオリダー。前車を一気にごぼう抜きだ。リプレイは荒選手から。やばい、ホイールスピン。速っ。加速も全然ダメだなこれ。オリダーは後ろから各車をチェックすることに。後ろから一回見たいと思います。マーク X がね速いらしいんだよね。オリドさんには煽られてる前についていくのも結構きついわでこれ。やばいよほんと。ドリドリは2番手。マーク X 逃げろ。奈良です。全然ダメだねこれ。ついていけないわ。ただ最終コーナーはねちょっとしんどい。オープニングラップを取ったのはデッキマーク X。ドライバーがこう姿勢作りとかもこうきちっとできないよね。ここもスバル余裕だね。立ち上がりのねトルクがあるから旋回性能は多少ちょっと
重くても、トルクでまあまあ逃げます。さあそろそろマーク X を捉えたいドリドリ。すいません、直線でマーク X 抜けないんですけど、本当にそんな速いのマーク X って。最終コーナーではその差を詰めるが、後ろからはオリダーも来てる。ドリドリピンチ。3周目に突入。1コーナーではもうシムスがベタ付け状態で迫る。エンジンパワーはそんな変わんないね、これマーク X とね。 Z はでも今セーフティーモードで全然走れないですね。 Z はイオン上昇でリタイア。スバル速え。マーク X やばい、これ全然抜けない。直線全く変わらず。ドリドリは最終コーナーで熱い走りを見せるも近づけない。最終コーナーはシムスも速い。ドリドリのインを刺すか。いった。スバル速え。めちゃく速え。3台ともすごいバトルを展開。マーク X めっちゃ速いんだけど。マーク X なんなの、あの速さ。いや全然立派でしょマーク X。速いよ。しかし最終が一番速いのはシムス。さあどうか。いったー。かっこいい。おお、入ってきた入ってきた。オリダーかっこいいぜ。バトルはファイナルラップに突入。デッキマーク X ここで2位に後退。シムスがトップへ浮上。なんだドリドリが危ない。リプレイチェック。止まんない。すごいギリギリセーフだ。なんだよこのブレーキ。あ、シビック危ない、コースアウトしてた。チューンドシビック R の実力をチェックするはずが、なんとここで戦線離脱。ブレーキ系にトラブルが発生してしまった。バトルは意外な展開に。マーク X めちゃくちゃ速いんだけど。そう、デッキマーク X がオートマでこの速さ。これは新たな発見だ。そしてバトルを制したのはシムス WRX-STI。 一番驚いたのはマーク X だ。何なんだあのやつは。いやーすごい新しい可能性を秘めた車がなんとマーク X だったと。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。どうも。俺ら疲れてねえよな。はい、疲れてないです。俺ら疲れてない。俺はブレーキがフェードしてそのまままっすぐ行っちゃって、
アラの Z はいつも通り、はい、油温が145度です、はい、やっぱニスモバージョンもそうだけど Z ってすぐ油温上がるよね。ちょっと温度がきついですね。だから問題が起きたんじゃなくていつも通り。あ、ルーティン。そうそう。なるほどね。みんなの後ろ走って風がこうやっぱ当たらないで走っちゃうと一瞬でこうやって上がっちゃう感じがありましたね。こんなに冷えてんのにダメなんですね。でも僕は今日このバトル一番驚いたのはマーク X。そうでしょう。俺もそうでしょう。驚いた。いや俺は簡単に抜けると思ったらシビックタイプ。そうでしょう。僕も今日最初乗るときに何も今日の並んでる車見てあまり期待せず乗ったんです。乗ったら「あれ?」っつって「結構飛び変わるな」っつってコーナー出て次のコーナーまで行くとこ結構加速していくんですよ。でブレーキングしてって曲がって上がったら結構入るんですよ。あれ俺の期待値よりも常になんかちょっと上行くと思って俺びっくりしたんですよ。1周目余裕ぶっこいてたの。まあ谷口君後ろから見てあげようみたいな。そしたらねこれ真剣に行かないともしかしたら置いてかれるかも。本当余裕ぶっこくすぎですよね、内田さんね。しかもあれオートマで楽なんですよね、多分ね。そうね、後ろから見てるとストレートもシビックと変わらずにシビックよりもむしろでミドルがグッと立ち上がり方向向いててシビックの方がちょっとアンダーっぽいですよね、なんかね。そういうこともあるかもしれない。入り口で詰められたの分かるんですよ。でも出で離れるからまた入り口で詰められてもまた離れてみたいな繰り返してあれこれ意外と逃げれるんじゃないみたいな。真剣に行っても全く抜けなかった。でこのスバルだよこれライトチューンじゃないよこれ。これめっちゃ速いよ。これ速いですね。いやこれは違うエンジンはの給排気だけなんですよコンピューターと。なんだけどやっぱコーナーの立ちが全然速いんでよく曲がるんですよこれ。これ驚き最終コーナーとか。直線もコーナーも速い。土屋さんどこ行っちゃうのみたいな感じです。いやその自信の表れで最初入ってくるもんね。そこで来るみたいな。よく曲がる。びっくりしました。いやこれは立派なもんだよね。だからこういうチューニングを目指してほしいよね。チューニングがね。はい。ということでチューニングカーバトル。804。すいません。優勝はですねシムスでした。どうも。皆さんおめでとうございます。これは立派。